はい、おはようございます。金井隆一です。今回はですね、お寺さんからのご依頼、大和市にある法信寺さん寺のちょっと変わった形のお寺さんのリメイクになります。ですね、どんな内容かと言いますと、いろいろと駐車場が手妻になりまして、今まで玉石で沈みになってたんですけど、それをちょっとセットバックした形で駐車場を広げるという、でやはりその既存の取った玉石を再利用して積み直すという仕事と、ですね、通常お寺さんというと、和の雰囲気の参道があって、そういう和の、空間を作るという仕事が多いんですけども、今回は、基本的には和の雰囲気で今まで構成されてたんですけども、お寺さんにおいては、催しをやっておりまして、だから人が集う場所をもうちょっと広げたいと、で確保したいというお話がありまして、候補地として、木陰の部分、今まで結構、桜松このだけの年数経ったやつが植わっておりましたもので、やはりこの空間の中に一応人が集まって演習できるようなもの、パーゴラとデッキを設けるという形を考えております。今既存に大きな木が残ってるっていうのは松1本、桜が2本、これはもう一抱えぐらいの目通りが2メーターぐらいのやつがありまして、ここ場所をちょっと人が募る場所に空間にしたいんで、できるだけ明るくで、やっぱりちょっと長年手入れしてなかった松の枝をもう最小限に落として、そういう形で考えております。で一部こちらの方が今石積みをセットバックして駐車場を広げるのと、こちらは今デッキと人が集まることができるデッキとパーゴラを作っています。でこちらが参道に関してこんだけの林地との境界があるんでもったいないんで、今の現在の植物も維持管理していくのも大変なんでですね、林地の間人が行き来できるように、アプローチを作りまして、でお隣さんの方にあまり植物が行かないような形にしとけば管理もしやすいし、それである程度こちらの方の色合いと兼ねた形で、ちょっと
パーゴラ的なものをちっちゃな何箇所か設けて、散策ができるような形にしたいと思っております。お寺さんの仕事が一応全部完成いたしました。ここは今まで植木が点在してた場所なんで、真ん中に園路がありまして、その部分がちょっと使い勝手っていうか、この空間がもったいないんで、一つの使い勝手のいい空間にしたいというご希望があったんで、6メーター6メーター結構広いんですけども、デッキでフラットにしました。松と灯籠はちょっと山灯籠は動かすことができないんで、これはもうデッキの中に入れ込むという形で、その感じで、形的に、桜と松の間にちょうどパーゴラをこうやって設けました。でこのパーゴラも、一応4メーター、だいたい4メーター3メーターという形で作ったんですけども、だいたい加工をですね最小限に抑えるために2倍材を使用するという形で、8フィートとそれと10フィート、それから14フィート切り盛りしないで、そのまんまの原型の寸法で、サイドだけ加工したという形で作った、パーゴラになります。ちょっと、柱だけは一応ちょっと丸太
角材より丸太の方が雰囲気的に合うかなと思って丸太の10線のやつを使いました。この階段なんですけども、デッキを GM、既存の高さより、20線ぐらい高くなってしまったんで、ここはですね、前に遠路にありました飛び石、見かけの飛び石をちょっとそのまま利用した形で新たに登りやすい階段を作りました。あとお寺さんの方のシンボル的な石碑とマークの石碑自体はですね、ここが前ちょっと植栽ののり面にあってちょっと崩れるんじゃないかというご心配をあったんで、そういうご心配をしてたんで、逆にこれをちょっと目立つようにさつきは全部裏に回しまして移植しまして、ここはもうある程度のり面の土が崩れないように、今後モルタルを10線以上打った形で結構基礎自体を固めた形にしました。で、表現は仕上げ自体はネット洗い出しっていうやつを使った形で表面は化粧しました。あまりここの行き来はあんまりしないつあれしてたんですけども、デッキを作った感じでちょっともうこの園路自体が使えないんで、他にちょっと道を作ろうかなと思ったんですけども、木の根とか結構いろいろあるんで、ここはもうある程度行き来ができるぐらいの階段という形で木で一応天板は人工木を使って、切り抜いた松とか灯籠なんかで切り抜いた部分の天板があったんで、それを活用した形で一応このような感じで階段を設けてあります。こちらの方は既存の植物はそのままで感じですけども、ちょっと、維持管理をするために林地との間をある程度広く取った形で、ご希望は少し散策ができると、あと管理をしやすいように奥のところに置いてちょっとアプローチを作るというご希望があったんで、平板をですね、一応並べまして、でそれだけじゃちょっとアクセントがないんで、このパーゴラと同じような色合いでつる性植物なんかを演出できるような、パーゴラフェンスっていうんですかね、それをちょっと5基、同じ高さで統一するのもなんなんで、ちょっとリズムアクセントをつけた形で一応今現在ちょっとつる系の植物は絡ましてないですけども、後でそういう形で。結構長いんですね。30メーターぐらい。ですから少しは、ここと違った形で上の散策。ちょっと出入りがなかったんで、ちょっと一角を、石組みを崩しまして、玉石を崩した形でここで上り下りできる階段をここに設けました。こちらの方なんですけども、既存ではこのラインで玉石がずっと積んであったんですけども、ご依頼の方で駐車場をちょっと広げたいということで、万代塀に対してだいたい50線か60線ぐらいの幅を残しただけで、新たにまた玉石を積んで駐車場を広くしました。
で、ちょっとどうしてもここの部分、L、玉石がですね、足んなくなった。当然足んなくなるんですけども、前と同じような積み方をして、足んない部分は新しく購入したんじゃなくて、モルタルで自石を作った形で、途中から、これ自石で直接モルタルで形にした場合と、外で一個一個作ったやつをまた積んで、玉石の普通のように積むっていう形を、まあ、2種類的なやり方で、今回はね、結構、広い面積を、リメイクという形で、で、考え方としては、結構この景観を、この既存のやつの植物とか、形を利用した形で、そこにいかにちょっと我々の手で構造物を入れることによって、その空間がまた整っていくかっていうか、だから全体を壊してまでじゃなくして、できるだけその今までの景観の形を残しつつ、そこにワンポイントを入れることによってより効果を高めるっていうか、でその中でやはりお客様の問題を解決しながら形を作っていったっていう結果の構成になっております。同じパワーコレフェンスを立てるのにも、等間隔っていうよりもここにやっぱしこのさつきとかバランスに合った形で入れていくという形になると、一つのここの径が前の径より締まりが良くなるとか、やはりパーゴラの位置関係もやはり動かせない桜、やっぱり松、灯籠という一つの大きな構造物があったんで、そこの位置関係から言いますと、やっぱりの中にあんだけの長さを入れるっていう一つ、そうすると結構締まりが良くなる。で、桜もですね、下枝が結構垂れてたんですけども、空間的に、パーゴラより下の枝は全部排除して、結構この空間を明るくというような形で、一応パーゴラの高さ以下の枝は全部処理することによって空間がすっきりで、パーゴラ自体もこう強調されるかなということで、一般的な皆様が自分の家をちょっとリメイクしたいというのは、できるだけ全部排除することじゃなくして、その空間に合ったもので何を入れたら変わるかなと、そういうのはやはり動力においても手間においても非常にかかんないことなんで、そういう考え方をまずした方がいいかなとは思います。はい。全体を見てもらって何かの参考になればいいかなとは思っております。以上でございます。ありがとうございました。